皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はこちら Apple Watch ですね。私は1年半ほど前にこの Apple Watch を購入してシリーズ5の 40mm のタイプをずっと使っています。で、今やもう本当に生活になくてはならないものになっているので、何が便利なのかっていうのを Apple Watch がある時とない時のビフォーアフターでご紹介していきます。それでは動画スタート。まずは睡眠管理です。以前 Apple Watch を持っていない時はスマホの機能でこのようにアラームを鳴らして朝は飛び起きていました。ただこれだと大音量のアラームで睡眠を遮断するので心臓がびっくりしてしまってストレスがかかるのが良くないらしいです。で、さらに深い睡眠を突然大きい音で邪魔するので気持ちよく目が覚めずにこのように二度寝をしてしまうこともよくありました。Apple Watch を使い始めてから手放せないアプリの一つがオートスリープです。まずスマートアラームという目覚ましの機能があって、これは指定している時間より前の眠りが浅い時に手首が振動して目覚められる機能です。眠りが浅い時に起こしてくれるっていうのと、大きい音じゃなくってちょっとくすぐられるような感覚で少しずつ目が覚めるので、起きる時のストレスが本当に軽減されて気持ちよく起きることができています。で、目が覚めたらこのオートスリープのアプリを iPhone で開いて睡眠の質をチェックします。この分析がすごく優秀で、深い睡眠をしている時間はどれぐらいだったかとか、その心拍数がどんな動きをしてたかとか、どれぐらい効率よく睡眠できてたかっていうのを分析してくれます。このデータをもとにどんなことを前の日の夜にすると眠りの質が悪くなるのかとか、どれだけ寝ておけば次の日の昼間に眠たくならずに気持ちよく行動できるのかっていうのを分析しておくと、昼間の活動の行動効率がとっても上がるのでおすすめです。続いてはメモの機能です。洗剤切れてる。このように家事をしてたり仕事をしている時に急いでメモをしておきたいような場面って皆さんあると思うんですよね。そんな時に今までだったらわざわざスマホを取り出してそこに忘れないようにメモをしておくという習慣になっていました。これが Apple Watch がある時だったら洗剤切れてる。このように食器洗剤をリマインド。完了しましたと Apple Watch にメモをするだけでリマインダーに記録をしてくれます。わざわざスマホを開く時間も省けるし、思い出したい時はリマインダーを見ればいいだけなので、これを私はメモの機能として活用しています。続いてが電子マネーの機能です。Apple Watch がない時はこのようにちょっと財布をレジ前でガサゴソ探してやっと見つけて、でお札を出してお釣りをもらうっていう、結構これだけで時間がかかってしまっていました。Apple Watch を使い始めてから私はほとんどの支払いを Suica かクイックペイで済ませています。このようにかざすだけで支払いができるので時間も短縮ですし、衛生的にも安心かなと思っています。続いてが外で音楽を聴くときです。これは私地味に結構活用してるんですが、このように AirPods をまず装着すれば iPhone を出さなくっても Spotify を Apple Watch 上でこのように起動して音楽を聴き始めることができます。音楽を聴くためにスマホを開いてそのまま他のことをしてしまうってよくあることだと思うので、これは結構快適です。続いてがアケルンの解錠です。私の会社ではアケルンというスマートロックのシステムを使っています。で、こちら今まで Apple Watch がない時は会社から配られているセキュリティのカードを持ち歩くようにしていましたので、入り口の前でカードどこ行ったっけってこんな風に永遠に探してやっと見つけたって言って解除をするというようなルーティンになっていました。Apple Watch があればドアに近づいてこのようにかざすだけで自動で Suica が開いて、で解錠をしてくれるという仕組みがとっても便利です。続いてが iPhone を探すの機能です。私は仕事をしているとしょっちゅうこのようにあれ iPhone どこ行ったかなって言って周りを探し回ったりし
して時間を使ってしまうことがあります。Apple Watch があればこのようにスマホが見当たらないときはすぐに Apple Watch を開いてこのスマホを探すボタンを押します。そうするとこのように音がするので、音がしたところを探せば iPhone が見つかるので助かっています。続いてが電話に出るときです。私は普段打ち合わせに出ていることも多いので、スマートフォンは基本的に音は鳴らないように設定しています。そうするといざ作業中に電話がかかってきた時にも全然電話に気がつかないっていうことが多くて悩んでいました。Apple Watch があれば電話が来た時には手首が振動して知らせてくれます。で、AirPods を装着してそのまま電話に出ると会話をし始めることができます。これも iPhone を出さなくっても音量を調整したりミュートにしたりもできるので、外出先で電話に出る時などにもとても便利です。続いてがメッセージのチェックです。私はお客様とのやり取りに様々なチャットツールを使っているんですが、これもわざわざスマホを見ない限りチャットが来てるのに気がつかなくって、急ぎの連絡なのに返事が遅くなってしまうというようなこともありました。Apple Watch があればメッセージもこのように手首の振動で気づくことができるし、そのまま内容も見ることができます。さらに LINE などはこの返信というボタンを押せば自分で登録しておいた定型文で返事をとりあえずするということもできますので、これは結構便利で私はかなり活用しています。 LINE 以外にも私はチャットワークや Google チャット、それから Facebook のメッセンジャーや Slack、Skype なども通知が来るようにしています。最後に Apple Watch はこの文字盤がカスタムできるのもとても便利なので、私の文字盤をご紹介します。文字盤はこのように様々なタイプから自分の好みのものを選択することができます。で、私はこのクロノグラフというものを自分なりにカスタマイズして使っています。まず右下には Spotify を設置していて、いつでも音楽が聴けるようにしています。で、左上には PayPay を配置しています。ここでこのバーコードを出せば PayPay での支払いが Apple Watch だけでできてしまうので、ここに PayPay を置いていて、で、左下が私の水というアプリを置いていて、これは水分をどれだけ1日に取ったかを記録するためのアプリなんですけど、このように水を追加ってして何リットル飲んだか入力していくと、その日1日でどれぐらいの水を摂取したかっていうのを管理することができるアプリです。こちらはスマートフォンでもアプリがあるので、このスマートフォンを開けばApple Watch で入力していた分が記録されているのがわかります。結構その免疫力を高めたりとか、体のためにやっぱり水分しっかり取りたいなと思ってこのアプリをつけることを習慣にしているので、いちいち iPhone を開かなくても手元で水分の入力ができるっていうのが気に入っています。はい、いかがでしたでしょうか。私もApple Watch を買うまでには結構悩んで、こんな小さい画面で何ができるわけとか、ちっちゃい iPhone だったらいらなくないってずっと思ってたんですよ。ただ使ってみて分かったんですけど、このコンパクトな画面にこそやっぱりメリットがあります。この iPhone を開かなくていいっていう場面がいっぱいあったと思うんですけど、つまり余計なことをしないで済むんですよ。本当に iPhone 開いちゃうと分かっていても気づいたら SNS 見てたり全然違うことをして、あれ何のために iPhone 開いたんだっけってなって無駄な時間を過ごしてしまうっていうのがあったんですけど、 Apple Watch 使い始めてからやっぱり iPhone を見る時間っていうのがもうぐんと減りました。やっぱり iPhone って本当に意識しないとずっと見てられるというか、ずっと使ってしまって脳が休められないので、そういう意味でもこの Apple Watch は私はすごく助かっているアイテムの一つです。多分私も全然まだまだApple Watch使いこなせてない部分もあるので、皆さんおすすめの使い方があればぜひ教えてください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。